おだすこんちこんばんは、ポテトです。今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、フィジカル調べてみたやっていきたいなと思います。フィジカルのね強化されたよねということで、実際使ってでもねフィジカルの強さを実感できてるんじゃないかなと思うんですけども、じゃあ実際スーツとしてどれくらい上げればいいのかみたいなところですよね。今日はやっていきたいなと思います。前作では75ぐらいあれば結構いけたんですけど、じゃあ今作はどうなんだというところですね。ちなみにこれねスーパー時間かかったんでぜひ見ていただければと思います。検証方法ですね。検証方法はフィジカル90のピノックっていうねディフェンスを使って後ろからプレスをしていきます。ボール保持者側のフィジカルをですねどんどん変えて、検証していきたいなと思います。基本的にはトーマス・パーリーとかでねやっていきたいなと思うんですけども、ですね検証方法実は結構あって、ざっとまとめるとこんな感じで、プレスボタン、方向指示、じりじり近づく、じりじり近づく、ディフェンスバージョンのみとかね、そんな感じでやっていくんですけど、これ検証していく中で結構必要になってねどんどん増えてっちゃったって感じなんですけど、それをやっていきたいなと思います。ということで今回結果報告みたいな感じでですねぜひやっていきたいなと思います。ということでいきましょう。まずはですねプレスのみのとこですね。フィジカル48から見ていきます。相手90なんでやっぱりここはね弱かったかなと、さらっと取られちゃうかな。この辺は55とかもそうなんですけど、耐えられないかなって感じかな。この90のフィジカル90のプレスをね。でここ60ですね。60もそんな変わんないかなって感じはしましたね。48よりはマシかもしんないけど、はい。で65ですね。この辺からね若干これ分かるかな、ちょっと耐えるというかいなす感じというかね、いなせてる感はちょっとあるんですよね。はい。ここから飛ばしていきます。72ですね。70超えてくるとそれなりにね一瞬は一発目とかはねちょっと耐えてくるかなっていうところかな。それでも角度とかによってはパラッと取られちゃうんですよね。でここから75、75超えてきたらねそれなりに耐える時間がちょっとずつ長くなってきてるかなっていう気はしますけどね。で79ぐらいでだいぶ耐えられるようになったなっていう印象はありましたね。で80乗ると79と80はそんな変わんなかったけど耐えられる感じかな。でこっからもどんどん飛ばしていきますけども、85、85とかになるとねだいぶ耐えられたかな。で90になる91になるともうピノック上回ってますから、それでもね取られる時は取られるって感じにはなりましたね。はい。見ていただきました。ということで大体ね65ぐらい、これがね境目になるんじゃないかなと思いましたね。で相手のねプレスをいなせるって感じかな。そんな感じ。相手のプレスに、耐えるというよりはって感じかな。どっちかってこのディフェンスがこう横からねボールをサイドから取りに来るんですけど、それに対して65以上になってくるとこの何ていうのかな、受け流すっていうのかな、耐えるというよりは受け流すに近いのかなとは思います。であと検証をやってて気がついたんですけど、これねプレスボタンを押してなくてもこのモーションになるんですよ。耐えるモーションみたいな。なのでってことは方向指示だけでやった方が受け流すのうまいかどうか見やすくねみたいなところを思いましてやってみました。はい。こんな感じ。これ方向指示だけで近づいてってるんですけど、やっぱ55とかこの辺はねいなせてないよね。で65になると分かります？この感じ、ちょっといなせてる感じ。はい。ということで見ていただきました。ということでやっぱ65以上になってくるといなすのがどんどん上手くなってくるなっていう感じかな。なんかこのフィジカル数値が高くなると背中でこう捕まえるのが上手くなるイメージなのかなっていうのが分かったかなと思います。ただねやっぱ純粋なこのフィジカルのぶつかり合いを見たいわけですよ、やっぱり力と力のね。で検証やっててねちょっとねこんなシーンがあってですね、こうやってやったらねなんかね純粋なぶつかり合いこれできんじゃねってなったんですよ。ということでですね3つ目やってきましたよという感じです。はい。このちょっとずつねちょんちょんちょんってやっていくことでぶつかり合いが真正面からぶつかれるんですけど、この辺に関しては何もしてない何もしてないの倒れちゃうみたいな感じなんですけど、これはね65でもやっぱり真正面からぶつかっちゃうとなかなか難しそうでした。
で70超えてちょっと耐えられるかなって感じかな。で80ぐらいからはある程度耐えられる感じで、85になってくるとだいぶ耐えられるかな。で方向とかぐんぐん変えてっても結構耐えられてるイメージでしたね。で90でこれ同点になるんですけど、90同士でもこんな感じ。はいということでですね、純粋なぶつかり合いで言うと70ぐらいで一瞬耐えられるかなって感じがしました。85以上になってくるとだいぶ耐えられてきてるなっていうような印象がありました。実際のオンラインでこんなシーンあるかって言ったらないんですけどあらゆる状況でも耐えられる目安みたいな形にはなったんじゃないかなと思います。はいということで、あとね4のきっかけになるんですけど、これも検証中ですって思ったんですけど、これピノックからね取り返せないんですよ取られた後ね。なのでしかもねこれ押し返されてるんですよ。これで分かります？後ろに。だからこれディフェンス側がどれぐらいのフィジカルあったらこれ押し返されなくなるんだろうと思ってやってきました。はい、48やっぱね余裕で押し返されてますね。この辺はね。はい65でも押し返されてますね。70でもこうやって押し返されてますよね。80でも結構厳しい。85ぐらいでやっと耐えられるかなって感じかな。で90とかになると引き分けって感じ、どっちも動かないって感じかな。はいということでですね、85以上にしないとですねちょっと押し負ける感じにはなりましたよって感じですね。はいでちょっとねこれ3の検証に若干戻るんですけど、逆になんですけど、ボール保持者側がいくらあればピノックを押し返せるんだろうと思ってやってみたんですけど、93ぐらいあると若干押し返せてましたね。若干ね。なので差としてはだいたい3から5以上の差をつけないとちょっと勝てなさそう、押し返すみたいなことはできなさそうだということが分かりました。はいというところで今日は結論です。フィジカルは65以上で相手ディフェンダーをいなしやすくなるとします。はいというところでですね、いろいろ見ていただきましたけども、フィジカルの目安という感じでこんな上げておきます。40以上、40ぐらいはもう割れ物というか触ったら結構厳しいなって感じ。65からいなしやすくなって、70ぐらいからは一瞬耐えられるかなって感じで、85以上になってくるとだんだん理不尽に、耐えるような形になっていったなと思いました。だいぶね皆さんに見せてるの抜粋なんで分かりにくい部分もあったかもしれません。本当そこはすいませんって感じなんですけども、そうだな、ドリブル得意な人はね65以上とかで正直十分なのかもしれないなと思いました。で逆にドリブル苦手な人はね80ぐらいはちょっと欲しいなと、それぐらいあればねある程度できてくるんじゃないかなと思います。これあくまでディフェンス、相手ディフェンダーとのこの能力の差みたいな部分になってきますから、相手今回は90でやりましたけど、もちろん相手によってどんどん上下したりしますからね、そこだけは注意してください。はいということでこの辺はですね参考にしていただきながらですね、よかったら高評価チャンネル登録をしていただけると、本当に嬉しいです。ということで最後ね、雑談で終わりたいなと思います。はいここからね雑談ってくるんですけども、いや結構おもろくね、やっぱフィジカル結構おもろかったなと思うんですけどもね、ちょっとね何個検証してんだって感じなんですけど、すいませんいっぱいになっちゃって、ただで収録データだけでね数時間あったんですよ。もうマジ絶望だったんですけど、ちょっと頑張って皆さんには要所は出せたかなと思いますので、よかったら高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。はいということですね。はいということでまたモメンタムドリブルとかこの辺に関してはねまたやっていきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。はいということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですねコメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かったら参考になって面白かったなと思った方ですね、高評価チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。はいということで今日はねフィジカルについてやってきました。そうですね、ある程度の目安はねなんとなく見えてきたんじゃないかな。今後の育成にもだいぶ生きてくるんじゃないかなと思いますのでよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。